皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、フィギュアスケート、羽生結弦さんを霊視してみたということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルではですね、スピリチュアルなことをもっと理解して自分の直感力を高めて、そしてですね、人生にミラクルを引き寄せていく、そんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、羽生結弦さんというとですね、本当にもう有名な方でございますが、この間結婚して、そしておよそ100日後、105日後にですね、離婚ということで、で、ちょっと、やっちゃったっていう感じになってるわけなんですが、そのことに対してですね、本当に多くの人が、メディアとかでもですね、僕たちもいろんなことを話しています。そして彼もですね、やっぱり、はっきり何が起こってるかね、相手が誰かっていうことすらも話してない。そういうような、ちょっと謎めいたところがたくさんあるので、特にそういうふうにですね、みんながこうか、ああかってなってしまったんだと思うんですが、こういうふうに多くの噂とか意見を呼んでいるわけなんでございますね。で、このことについてやっぱり見ていきたいなと思ったわけです。ただ他の人が言ってるみたいにですね、こういうところが悪いんだ、ああいうところが悪いんだっていうものではなくてですね、ここはやっぱり、霊視をするところなので、羽生さんがどんな人なのか、そしてなぜこういうことが起こっちゃったのか、どういうところに気をつけていったらいいのか、っていうようなことをですね、羽生さんを中心に霊視をしていきたいと思います。その前にですね、羽生さんがどんな人かっていうとですね、羽生さんは1994年に仙台市で、お生まれになっていてですね、そして2014年、ソチオリンピックでフィギュア、日本男子の初金メダルを取られるわけなんですね。これだけでもすごいわけなんですけれども、その4年後のオリンピックでも再び金メダルを取られたということで、もう皆さんご存知の通り、とても有名になられたわけでございますよね。で、今は、プロスケーターとして活躍をされていらっしゃるわけなんです。で、皆さんも先ほどもお話しした通りですね、ご存知の通り、11月17日に結婚して105日後に離婚を報告されたわけです。で、それでですね、ご自身の中では、メディアなどのとか、ファンの方でですね、そういう人たちが追っかけとか、家族とかですね、その相手の方とかにも迷惑をかけてきて、それで相手を守るためにというふうに言われたりとか、いろいろメディアもこうじゃないか、ああじゃないかって言って話しているわけですがね、今日は羽生さんがどんな人なのかということを中心に、霊視をしていきたいと思います。はい、それでは、僕はいつも守護霊さんという方に聞くわけなんですが、羽生さんの守護霊さんにですね、聞いていきたいと思います。または僕の守護霊さんですね。そういう、上のスピリチュアルな世界の方にいろいろ聞いていきたいと思います。はい。羽生さんはですね、まず最初にすごくインパクトがあるというか、すごく思うのが、皆さんも思うと思うんですが、真面目で、そして、すごく完璧主義でもあるわけなんですね。で、この完璧主義っていうのがもう、すごく強い思いがあって、僕らみたいにちょっとよく頑張る、完璧目指してみるとかそういうものじゃなくて、めちゃくちゃよしって言って気合の入った真面目さと完璧を求めるというものを持っていると思うんですね。でこれっていうのはフィギュアスケートとかをやる上にはすごくいいことだと思うんですよ。もう本当に完璧を求めてですね、自分を追い込んでいく、やっていく、練習をしていくということにはすごく向いてらっしゃるんですが、やっぱりこのね、完璧主義、またすごく真面目っていうところは、この私生活の部分ではすごく必要ないものでもあったりするわけなんですね。やっぱりその完璧を求めてしまうと、自分もやはりね、プライベートの部分っていうのは結構素の部分が出たりですね、私ダメやなっていうところが出てきて全然大丈夫なんですけど、やはりこの完璧をそのフィギュアの世界だけではなく、この自分の世界に求めてしまうとですね、ここが違う、これが思ってたのと違う、なんで自分はダメなんだ、もう下手したら相手もなんでこうなんだっていうことをすごく考えてしまうタイプだと思うんですね。はい。だから、ある意味、この完璧主義持ってる人っていうのは、あまり人と関わったりとかっていうことが、不得意なわけなんですよ。で、例えば彼っていうのはすごく、
本心をですね、なかなか出せない人だと思うんです。もちろんフィギュアスケートとか仲のいい友達とかたくさんいらっしゃると思うんですが、でもそういう人にもですね、自分の本心を見せられないっていうところがある。孤独なところを持ってる。ああいうふうに有名になっていく。ね、そして金メダルを取って、フィギュアスケートの長になっていくっていうこともあってですね、すごくどんどん自分の中の孤独さみたいなのが強くなってきてると思うんですね。で、そういうこともあるんでしょうが、羽生さんっていうのはすごく、この自分が持つ家族とか、その愛情ですね、そういうものにすごく飢えてるというか、そういうものに大きな夢を持ってしまってる感じがするんですね。だからこそ、すごく自分の現実がですね、その自分の理想としてる、夢の家族像みたいなのと、ちょっと違ったっていうことが自分の中ですごくショックであったり、またはこれではダメだっていうことを生んでしまってるんだと思うんですね。で、この問題はですね、この真面目とか完璧を求めるっていうことがすごく強いということなんですけども、僕から見てるとですね、やっぱり彼っていうのは結婚されましたけども、本当に結婚したかったのかなと。なんかこう、羽生さんを見てるといつも思うんですけど、あの方フィギュアスケートとかしてると、自分の世界に入ってですね、もう周りのことは全く気にしないっていうような感じがするんですが、でも、本来のあの方、そしてプライベートになると特にですね、すごく周り、社会っていうのはこういうものだとか、社会にこういうふうに求められている、またはこうするべきなんだろうなっていうものを、すごくこう大切にして、どんどんそれを取り入れよう。そういう自分になろう。そういうかっこいい人になろう。いい人になろうってなる。ちょっと言葉悪いんですけど、こう、周りの人の目をすごく気にしてるっていうところはあると思うんですね。だからこそ、なんかこう、そういう幸せな結婚をして、ね、フィギュアスケートでは金メダルを取ったので、そういう自分のプライベートでも完璧なものを求めよう。そこにはこう、家族を持ってっていうようなすごく、大きな夢を描いてたと思うんですね。でも、やっぱり、プライベートっていうのはちょっと違うんですよ。そういう完璧なものではない。そしてですね、自分が、やっぱりその、周りのこととか、いろんなことを考えてやったっていうことで、結局、なんか自分が本当に結婚したかったのかどうかっていうのは二の次になってたような気がするんですね。だから、実際にこうやってみると、もちろんメディアのね、言われている通りメディアとかいろんなファンの人たちがですね、二人の邪魔をしてしまった。そしてそれで嫌になったっていうのは事実なんだろうし、そういうことが起こったっていうことはあるんでしょうけども、でも、そういうものでも、やっぱりこの二人仲良くね、この二人の絆を守っていくっていうところになれなかったっていうのは、やっぱり彼が求めていたその家族愛、家族像っていうんですかね、夢というか、そういうものからはかけ離れていた。そして自分もその欲しいと思ってたものが、実際に本当に自分が欲しいと思ってたものは、とは違ったということに多分気づかれたんだと思うんですよね。これはどっちが悪い、誰が悪いとか、奥さんが悪いとかね、羽生くんが悪いとかではなくって、そういうことってあるじゃないですか。皆さんもあると思います。結婚とかね、付き合ってみて、すごくいいなと思ってたけど、実際に使ってみたら全然違うかった。こんな世界を求めたんじゃなかったっていうことがあると思うんです。だからそういう意味では、100日、3ヶ月ってすごく早いですけども、その3ヶ月の間に気づいてですね、ここにいるべきではないんだな、自分は。そしてその英断というか、ちゃんと決めてですね、じゃあもうこれは僕たちに必要なところではないというところを、決めて行動されたっていうことは素晴らしいことだとは思うんですね。はい。ということで、これからですね、じゃあ羽生さん、ね、ファンの方も、これから応援していきたいと思いますが、羽生さんがやっぱり必要とするものは3つあると思うんですね。それは1つ目はやっぱりもうちょっとリラックスすることです。特に私生活で。私生活ではもうちょっとリラックスした方がいいです。僕たちスピリチュアル的に見ても皆さんそうなんですけど、完璧っていうのはありえないわけなんですね。完璧を求めるとどんどん自分もしんどくなるし、周りもしんどくしてしまうので、はい。ですからリラックスして完璧を求めないということが大切です。そして2つ目が、自分らしく生きるということ。自分らし
ってどういうことなのかっていうのをよく見ていくっていうことが必要ってことですね。やはり彼っていうのは意外と外のから見られる社会の目とかすごく気にしているので、こうするべきだ、ああするべきだっていうものがすごく多くてですね、本来の自分を見えてないような感じがするわけなんですね。はい。だから自分がどういうことをしたいのか、どういう生き方をしたいのか、何が必要なのかっていうことをよく見ていかないと、また、例えば結婚するって誰かと決めた時にですね、また同じようなことが起こる可能性があるってことですね。そして3つ目。3つ目は、もう少し自分をさらけ出す必要があるということです。これね、自分のことバーって 100% 全部出す必要なんてもちろんないんですよ。ただ彼は出さなさすぎです。はい。本当に、まあね、例えば、付き合ってる人にもですね、やはりちゃんと自分の思いを伝える、自分のなんていうかな、素の部分を出すっていうんですかね。やっぱそういうものがないと、多分彼が求めているような愛っていうのを育めないと思うんです。形とかですね、俺が守るとか、俺が頑張るとか、そういうのではなくて、二人で頑張ろうねとか、みんなで頑張ろうねっていうような形のもね、特にこのフィギュアスケートっていうのは一人でやられてたので、特にそういう自分が頑張らないと自分一人でっていう、癖がついてしまってるっていうのもあると思うんですね。はい。ですからもう少し自分の気持ちとか自分らしくっていうのをさらけ出してですね、それで周りの人と交流しながら、そして楽しいものを作っていく、楽しい場を作っていく、そういうことを、これからやっていかれると、多分、羽生さんもですね、どんどん、プライベートの部分でも楽しくなっていけるんだと思います。皆さんはどう思われますかね。皆さんもいろいろ感じること、皆さんもファンの方もいろいろ心配されたりしていると思いますが、羽生さん、自身がですね、今回決めたわけです。ここではないって。ですから、それはそれで、認めてあげてですね、彼のその選択を、大切にしてあげるということが僕らに今必要なのかなと思います。羽生さんというのは本当に多くの人にですね、感動とか勇気を与えてきた人です。そしてこれからもそういうことを続けられると思いますので、今回ですね、彼の中ではすごく大きな離婚ね、してしまうという、結婚しすぐに離婚というのはすごく社会もわーっとなってますが、長い人生で見たら大したことないことですね。またいい人に出会えばいいんですし、ね、結婚しなくても幸せっていうのは得られますし、はい、ということでですね、彼の、これからの未来をですね、楽しみに応援をしていきたいと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとかゲイのこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そして今日の番組面白かったらコメント欄にミラクルラブって書いてください。まやったなと思ったら、そーっといいねボタンを押しといてください。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかしら。それではまたお会いしましょう。さよなら。